分です。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはバネポーチです。ぷっくりとした可愛い形でギャザーが寄っています。裏地付きです。今回はこのように生地を切り替えて作る方法をご紹介させていただいています。バネ口は12センチのバネ口を使用しています。縦は15センチ、横幅18センチです。今回は見本にこちらのブラウンのバネポーチも作ってみました。このようにチロリアンテープを縫い付けて飾り付けをしたり、レースで飾り付けをしたり、お好みの布合わせで作ってみてくださいね。ぜひ最後までご覧ください。バネポーチの材料を紹介します。口布は縦4センチ、横幅22センチを2枚ご用意ください。表地は今回こちらの布でパッチワークします。両サイドの布は縦14センチ、横幅9センチを1枚2枚、そして裏面の方で合計4枚ご用意ください。中央の生地は縦14センチ、横幅8センチを2枚ご用意ください。今回表地はこのようにレースで飾り付けします。飾り付けはお好みでどうぞ。表地には接着芯を貼ります。接着芯は縦14センチ、横幅22センチを2枚ご用意ください。裏地は縦16センチ、横幅22センチを2枚ご用意ください。バネ口金は12センチを1本ご用意ください。こちらはバネ口を留める際の金具です。表地の中央の生地と両サイドの生地を縫い合わせます。まず中表に合わせてください。縫い代1センチで縫います。このように縫い合わせましたら、こちらの生地も中表に合わせます。縫い代1センチで縫います。表地をこのように縫い合わせました。もう1枚の方も同様に縫い合わせてください。そうしましたら縫い代をアイロンで割ります。縫い代をアイロンで割りましたら接着芯を貼ります。接着芯を貼りましたら1枚の表地の方にこのようにレースを縫い付けます。それではレースを縫い付けます。それでは表地と口布と裏地を中表に縫い合わせます。まず表地と口布を中表に合わせます。待ち針で留めましたら縫い代1センチで縫います。口布と表地を中表に縫い代1センチで縫いましたら、口布の上の部分に裏地を中表に合わせます。縫い代1センチで縫います。
表地と口布と裏地を縫い合わせましたら、アイロンで縫い代を割ります。それでは表地と裏地の方に半径5センチのカーブを描きます。コンパスなどを使って直接カーブを描いていただいてもいいんですけれども、このように紙を使って半径5センチのカーブを描いていただいて、こちらを使ってカーブを描くのも描きやすくておすすめです。表地と裏地の方に半径5センチのカーブを描きましたら、こちらの線の上をカットします。もう1枚の方にも同様に表地側と裏地側に半径5センチのカーブを描いてカットします。カーブをカットしましたら中表に合わせます。生地の切り替え部分をずれないように合わせてください。待ち針で留めましたら、こちらの口布と裏地の切り替え部分から裏地側に2センチのところに印をつけます。こちらにも同様に切り替え部分から2センチのところに印をつけます。2センチの印をつけましたら、こちら表地と口布の切り替え部分のところから縫い代1センチで縫います。そしてこちらの表地と口布の切り替え部分まで縫います。そしてこちらを返し口として開けていただきまして、2センチの印をつけたところから縫い代1センチでこちらの2センチの印のところまで縫います。それでは口布と表地の切り替え部分から縫い代1センチで縫います。口布と表地の切り替え部分まで縫いました。裏地の2センチの印をつけたところから縫い代1センチで縫います。2センチの印をつけたところまで縫いました。カーブに少し切り込みを入れます。こちらより表に返します。表に返せましたら、裏地を表地の中に入れます。その際にこちらの口布と2センチの裏地側の方は縫い代のところは中に折って半分に折ります。1センチの縫い代を中に倒しておきまして、このように口布と裏地の切り替え部分で折ります。それではアイロンで形をきれいに整えます。
このようにきっちり縫い代1センチの部分は中に倒してアイロンできれいに整えてください。アイロンで整えましたら待ち針で留めます。表地と裏地がずれないように待ち針で留めましたら、表地と口布の切り替え部分の上を縫います。口布と表地の切り替え部分を一周縫います。縫う際は裏に返してから縫うと縫いやすいのでおすすめです。脇の部分は返し縫いしてください。こんな感じです。それではバネ口金を通します。こちらのピンが刺さっている上の部分をこのように上に向けて通していきます。端が出ましたらピンを差し込みます。ハンマーで打つ際は机が傷つかないように下に何か土台となるものを引いてハンマーで打ってください。こちらで完成です。バネポーチが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。